こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は桑田さんとなおさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしまじゃあす。お二人について自己紹介をお願いします。はい、桑田です。都内の、映像制作プロダクションでテレビ CM とかいろいろ広告とかの、企画を考えたりキャッチコピーを考えたりする仕事をしています。そんな感じです。はい。じゃあ、はい、なおです。都内の60年ぐらい続く古いスナックで、店員をしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が間取りはこれはどういう間取りになるんでしょう。間取りは、4K なんですけど4K の60平米っていうなんか変わった間取りでなんか元は2部屋を1つのフロアにした部屋なので、なんか 4K っていうちょっと不思議な間取りになってます。はい。まあこの物件をなんか選んだ決め手みたいなのもちょっとお聞きしたいんですけど、何かあります？なんかそういう不動産サイトとかに載ってるのを発見して、なんだこれはって思ってで内見もせずにもうそのまま不動産屋さんにすぐ電話して、で内見できるのが1ヶ月後ぐらいですってなって、それもう決めてからしか内見できないみたいな感じ。そうで、なんか間取りも変だし、なんかちょっと家賃も安かったんで、怖いなと思いつつでもまあ内見したらいい部屋、いい家じゃんというか、そういう感じで良かったなっていう感じです。というわけで、まあ、かなりちょっとそれぞれの部屋、結構特殊というか、まあ、全然雰囲気もコンセプトも違ったりすると思うので、ちょっとそのあたりのこだわりだったりポイントをいろいろお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではこちらがダイニングスペースというですかね。はい、そうです。紹介をしていただきたいなと思います。はい。こちらのスペースは何かこだわったポイントやコンセプトみたいなそういったものはありますか？まあご飯はここで食べようっていうところなので、そうですね。なんかご飯以外のことはしなくていいように、机の上はできるだけ綺麗にして、で2人で会話しながら音楽とか聴けたらいいよねみたいな感じです。メインとなっているこのダイニングテーブルと椅子2脚、はい、ちょっとそれぞれお尋ねしていきたいんですけど、はい、まずじゃあ椅子から、これはどちらで購入された椅子ですか？これは、チェスカチェアのリプロダクトのものになるんですけど、ネットオークションか何かで、落札したもので、多分2脚で5万円いかないぐらい、4万後半ぐらいの、もので、これはなんかもともと彼女がチェスカチェアを前の家で使ってて、で遊びに行った時にその座り心地がすごい良かったんで、次の家でもチェスカチェアがいいよねってなったんですけど、でもなんかちょっと変えたいよねってことで、普通のチェスカチェアって、ここも同じ素材だったりすることが多いと思うんですけど、なんかたまたまその見かけたのが、ここがこうグリーンの合皮にこう張り替えられてるもので珍しいし可愛いし、なんか座り心地も良さそうだなってことで、これを選びました。はい。あとはこの大きなダイニングテーブル、これはもともとなんかダイニングテーブルというか作業台的な感じで？そうですね。これは、もう6、7年前に IKEA で販売してた、それこそ本当に作業台で、前の家でワークデスクとして使ってたんですけど、次の家このままダイニングテーブルにしちゃうってことで、広いし、まあいいじゃん、いろいろ並べられるしってことで、転身しました、こいつは。こんだけあるとなんかお友達とか招いてもあれですよね。そうですね。こことかに椅子並べて、それこそなんか鍋やったりとか、なんかいろいろ飲んだりとか、全然ピザとか置いたりとかいろいろできたりしますね。あとは、このスペースだと上、はい、このペンダントライトのところに、これ風鈴、ちょっと風物詩的なところもありますが、これもなんかデザインなんか変わってますね。これはスター・ウォーズの C3PO の風鈴で、これを販売してるものじゃなくて、昔ドロリチっていうなんかゼリー状のドリンクがあったと思うんですけど、それのこう検証品で、それをなんかたまたまリサイクルショップか何かで見つけて購入して夏最近暑いんでちょっと涼もうって感じで、ちょっとこのライトにつけてます。はい、そんなものはよく見つけられましたね。ラッキーでした。結構ご自宅は
こうユーズドとかそういうアイテムのものを取り入れたりすること多いんですか？そうですね、半々新品のものもありますし、結構ユーズドをそのオークションサイトとかで購入したりすることも多いですね。あとはその奥のちょっとお話を聞きたいんですけど、このスペースはどんなスペースになりますか？このスペースは基本的に食器棚とかそのお菓子とかなんか乾き物とかいろいろこう生活の食品とかいろいろゴミ袋とか入れてるとこなんですけど、上はこれ食洗機で、なんかここに水足して水道直結じゃなくても2人分ぐらいなら全然余裕で洗えるのを数年前に購入してもう大活躍でやってて、でこっちは今こうパソコンとかこうご飯机の上に置いてる Bluetooth スピーカーなんですけど、スピーカーなんだ。はい、日本のその電源とかを作ってるメーカー、直流電源とかを作ってるメーカーが本当にこのデザインの電源がもともとあって、でそれを Bluetooth スピーカーにしちゃったっていう商品で、音を流すとこの針がウィンウィンウィンってこう電源を動くんですね。本当に電源を流した時のようにこう動きます。はい。これ大体おいくらぐらいで販売されてたんこですか？れでも1万2、3000円とかだった気がします。はい。あとはその上とかは、はい、これはなんかパッケージ、はい、それは何ですか？これはお香なんですけど、これなんかアグニっていうこれ日本のそのお香のブランドが作ってるその映画をテーマにした、お香で、これだと、1985年公開の、バックトゥーザフューチャーをイメージした香りなんですけど、あの頃の古き良きアメリカというか、まさにタイムスリップしたような感じのイメージした匂いで、あんま嗅いだことない珍しい感じの匂いです。それがなんかアメリカかどうかわかんないんですけどなんかコンセプトが面白いなと思って購入しました。結構いろんな映画の種類あるんですか？そうですね、多分30種類ぐらい洋画邦画含めていろいろあって、試しにちょっと一つ買ってみようということで、メジャータイトルを、はい、買ってみました。あとはお香といえば今炊いてらっしゃるお香スタンドの後ろにも、これお香、海外のお香ですか？これはもう日本のお香を個人的に作ってらっしゃるストレンジドリームっていうところのお香で、これのなんかコンセプトが面白くて買ったんですけど、みんなの記憶から消し去られた半年で販売終了したバブルガムの香りっていうなんかちょっと変わってて面白いなと思って、でもこれもパッケージもう全部使い終わっちゃったんですけど、パッケージが可愛くて、飾ってます。で一緒にこれもこのお香立ても買って、これもあんま見たことないデザインだったんで魔導士のお香立てらしいです。じゃあ今度はちょっとあちらのスペースの方に移動していただきたいなと思うんですけど、このキッチンの、お隣というか左側、左手か、後ろですね。こっち側にここは何のお部屋になるんですか？これはお部屋っていうよりお風呂なんですけど、ここにちょっと面白いものがあるということで。そうなんですよ、ちょっと面白いものがあって、ここは普通の浴室ってことですよね？浴室です。ここは普通に浴室で、広い浴室はもちろんあるんですけど、サウナがなぜか備え付けでついててなぜかこれはもともと物件見てる時からこれは知ってたんですか？いや、知らなかったんですよ。決めた後に間取り図を見た時に謎のスペースがあって、なんか怖いなと思って、で不動産屋さんに行った時に「ここって何ですか？ちなみに」って聞いたら「これサウナです」って言われて「えっ?」てなんかそうです。なんかオーナーさんがもともと住まわれてたんで、それでなんか道楽としてこうサウナを入れてたらしいです。すごいですね。で使ってはないんですけど。使ってないんですか？なんかサウナはめちゃくちゃ好きなんですけど、なんか電気代怖いなだから今はちょっと物置として一回もまだ使わず。一回も使ってないです。最初しかも壊れてるって言われてて、じゃあちょっと直さないと自分でみたいな。直したら使っていいよって言われてたんですけど、この前電源つけたら普通に熱くなって、壊れてないじゃんっていう。確かになんか熱くなるの怖いですね。いや、そうなんですよ。サウナだから当然ですけど。でもなんか壊れてたって言ったのに全然普通に使えるんで、ちょっと寒くなったら使ってみたいと思います。なるほどね、わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあ今度キッチンスペースにちょっとお話を聞いていきたいなと思うんですけど、
こちらのスペースもなんか全体を通して結構インダストリアルなものが多い気がするんですけど、やっぱその辺はそういうテイストがお好みなんですか？そうですね、なんかちょっと男臭い感じというか、なんかメタルスチールとかそういう素材感のものを結構選んでたりしてて、例えばこういうはかりとかもなんかちょっと昔のレトロな感じのアメリカとかっぽい感じのものを選んだり、これとかライトなんですけど、これなんか本来は工事現場とかで使うようなライトだったりするんですけど、なんかデザインも可愛いし、配色がオレンジ、赤、青っていうなんかすごいポップだなと思って、なんか男臭さはありつつもなんかこういう可愛い配色でいいなと思って選んでおいてます。ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてリビングに行く手前のこちらのスペースが、ここはどんなスペースですか？ここは基本的には下駄箱というかシューズラックなんですけど、上に普段身につけるアイテムだったりを置いてて、メガネ、サングラスだったり、香水だったり、イヤホンだったり、時計だったり、そういうのを置いてるスペースになります。ここで言うと香水とかはね非常にたくさんあると思うんですけど、なんかこの中でお気に入りの香水とかそういったもの何かあったりしますか？お気に入りで言うとちょっと変かもしれないんですけど、この辺は普段普通にめちゃくちゃお出かけする時に使うものなんですけど、唯一1回も使ってない香水があってこれがオードスペースっていう名前の香水で、クラウドファウンディングでもう1年以上待ってやっと手に入れた香水なんですけど、宇宙飛行士がこのロケットに乗って宇宙に突入する瞬間の香りを作りましたっていう、最初それの言葉にそれどういうことみたいなだってなんかそれでそれこそこの「スター・ウォーズ」とかなんかちょっと部屋に振りまいてみたら、なんかこう 4D じゃないですけどなんかそういう感じになるかなと思って買いました、はい、でも実際は使われてないんですよね？そうなんです。買うと分かるんですけど、なんだろう、田舎の病院とか小学校の頃の保健室の匂いというか、なんかすごいちょっとうってなるような香りで、なんでかなって考えた時に、ロケットの中って無菌室だから、なんかそういうことみたいな、こうちょっとハテナなんですけど考察がはかどるアイテムですね。ちょっと使ってないんでずっとこのままだと思うんですけど。確かにすごい量はたくさんありますね、そうですね。じゃあ記念ですね、これは。はい、そうですね。ちなみにメガネとかは結構たくさんありますが、結構いろいろお好きで集めてらっしゃるんですか？そうですね。これとかは彼女とこの前福井の鯖江とかに旅行行ったんですけど、鯖江がメガネの日本で一番のシェアを誇ってる産地なんで、そこでこう買ったやつだったりとか、これも金子眼鏡っていうところのサングラスで、これも確か本社は鯖江とかにあるもので、はい、なんか日本のものを身につけれるならなんか日本のものの方がいいなと思って選ぶようにはしてます。はい、わかりました。ではここからちょっと奥のリビングスペースの方に、案内をしていただきたいなと思うので、ちょっと中に案内してもらってよろしいですか？はい、わかりました。よいしょ。じゃあお二人で、はい、どうぞ。失礼します。どうぞ。寝室とこうつながってるんですね。そうですね。もともとここにガラス戸があったんですけど、それでこう部屋は分かれてたんですけど、ちょっと取っ払った方がこう広く感じるし、いいなってことで取っ払いました。はい、じゃあまずこのスペースの、コンセプトみたいなものがあればちょっとお聞きしたいんですけど、なんかありますか？コンセプトはなんか趣味の部屋というか、映画が好きなので映画のグッズだったりをこう壁をこう DIY をして棚をつけて、僕が「スター・ウォーズ」好きで彼女が ET が好きなので、なんか親和性もあるよね宇宙ってことでいろんなものを置いたりしてます。はい、じゃあお二人とも映画好き、ということで、結構このじゃあ両サイド2面ともこの映画グッズが非常にたくさんあると思うんですけど、ちょっとこの辺りの解説というかご紹介というか、ちょっとどんな感じでまずこれは
ディスプレイ分けてらっしゃるんですか？ですね、こっちはなんか基本的に造形物というかフィギュアだったりぬいぐるみを重点的に置いてて、で結構なんか小さいフィギュアとか置物よりなんか大きいのがすごい存在感あって好きで、なんか例えばこのヨーダとか1/2サイズだったり、このイウォークスター・ウォーズに登場するイウォークだったりも、これはなんか世界で1000体ずつこれも1000体これも1000体みたいな感じで結構珍しいものなのかなっていう思いますね。はい、ET とかもそうですね、結構大きめのものを置いてたりしてますなんかこの中でお二人のお気に入りのなんかアイテムとかがあればちょっと教えてもらいたいんですけど。こっちの映画のコーナーでですか？映画のコーナーとかであります。最近の一番のお気に入りはこの昔の2000年代ぐらいのプレイステーションのソフトで、もうちょっと前のかな、パラッパラッパーっていう元祖音ゲーって言われてるソフトに出てくるキャラクターで、パラッパラッパーとサニーちゃんっていうんですけど、このキャラクターをデザインしてるイラストレーターの人が私がすごい好きで、こっちの絵もその同じアーティストの人が描いたもので、これはサンダーバニーっていうんですけど、これがすごい可愛くて、どっちも割と最近手に入れたものなんですけど、これはなんか一番お気に入りです。最近のなんか映画じゃないけどまあそうでもまあ可愛いなと思って置いてます。はい。あとはこの辺で言うとこの雑誌はいとかをこの収納してらっしゃるはい。このアイテム、これは何ですか？これは多分海外の昔の病院で使われてたそのカルテ、患者さんのカルテを入れるラックを見つけて、それをこう今雑誌のラックとして使ってて、こうだから取りやすいようにこうくるくる回るようになってて、だからまあここからこう雑誌取ってこう入れたりとか、なんかまあちょっと変わってて面白いなと思って、はい、選んでます。これよく見つけましたね。なんか普通に雑誌置きたくないなと思って、なんか見せる収納したいなと思ってて、でもなんか普通のは嫌だなと思って、でなおかつそのインダストリアルっぽいやつがいいなと思って探してた時にたまたま出会って、よっしゃって感じで手に入れましたじゃああとはこの、はい家具とかのお話もはいいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、はいまずじゃあソファーから。はい、こちらのソファーはどちらで購入されたものですか？これは、仮木60で購入したもので、モケットグリーン2シーターのおなじみだとは思うんですけど、大学時代にバイト代を頑張ってこのデスクも一緒に買ったんですけど、すごいなんか頑張った思い出があるんで、やっぱこう引っ越しするたびにこのセットだけは必ず一緒に旅をするようにしてますね。じゃあもう10年ぐらいそうですね使ってる。はい。状態もすごいじゃあ大切に使われてますよね。そうですね。結構この上で寝たりしないようには。あ、そうなんだ。逆に寝ないようにしてる。座ったり。座るようにしてるんだ。そう知らなかった。ちゃんと寝るならベッドで。はい。すごい。あとはそのお隣、はい、このスツールですかね、これは。はい、これはどちらで購入された？これは私が昔アルバイトしてた西池袋とかにあったカフェで、そこなんか古物も結構取り扱ってて、そこで置いてたものなんですけど、誕生日にそこのオーナーがこの中のものからどれでも一つ選んでいいよっていうので、ずっと狙ってたスツールをプレゼントしてもらって、私も彼の仮木と一緒でこれだけは絶対手放さず、基本荷物あんまり持ってなくて、家具とかも持ってきたものほとんどないんですけど、これだけはって言って持ってきた宝物のスツールです。基本あんまりお客さんが来たら座って物を置いたりとか荷物置いたりに使っちゃってるんですけど、これだけはっていう大事なスツールです。わかりました。あとはちょっと先ほどもお伺いしたこの後ろ、はい、この映画グッズを収納してる、この棚とかはこれは DIY で作ったんですか？そうですね。ディアウォールを壁にやっぱ傷とかをつけれない、賃貸なのでつけれないので、2x4 材を、4本こうディアウォールで、突っ張って、でその上にこの有効ボードをホームセンターでサイズカットしてもらって打ち付けて、でそこにこうやっぱ棚をつけたいなってなって、このいわゆるガチャ棚って言われてるやつなんですけど、それもこの、板をこう貼って、取り付けて、まあちょっとい
ろんなものもかけれたり絵とかも飾れたりするんで、そういうのでこういう感じにしてます。結構難しかったですか DIY は。お二人でやられたんですか？あ、基本もうお任せで。あ、そうなんだ。なんか結構こう部屋をいじるのが好きで、前の家とかもそうだったんですけど、いろいろこうなんか白い面があると何かやりたくなっちゃう性格余白が許せない。そうなんですよ。だからこの物量だと思うんですけど、ミニマリストにはなれないなとは、はい、思います。わかりました、はい、ありがとうございまありがす。とうございます。続いてこちらが寝室ということで紹介をしていただきたいんですけど、はい、この部屋もだいたい6、7畳はありますよね。そうですね、6畳 6.5 畳ぐらいかなとは思います。じゃあまずこの部屋といったらこのベッドすごい大きくないですかこれ。ここは寝る部屋にしようってのを思って、あとこう狭いベッドは2人で暮らす時に嫌だなってことで、もうどうせならシングル2つくっつけちゃおうってことで、シングルのベッドとフレームを2つ本当に横に並べて置いてるって感じになります。それでじゃあもうサイズで言うとキングになるんですかね。キングの上のワイドキングっていう僕もその概念を初めて知ったんですけど、あんま聞かないですね。キングだとシーツとか入んなくて、そのワイドキング用のシーツを今、はい、買って売ってるんですね。売ってますね。なかなかネットとかでしか売ってないんですけど、そうですよね、店舗とかでは売ってないです、ね。で、そこにこういうちょっとブランケットとかもかけてらっしゃると思うんですけど、このブランケットこれはどちらで購入したいんですか？これも、ネットでインスタグラムのなんか広告でたまたま流れてきて、あ、これ買わなきゃっつって買っていいっつって彼女に連絡していいよってことでかなり興奮気味に連絡して、はい、そうですね。恐竜がモチーフになってる。そうですね、恐竜がノアの箱舟に乗ってんのか降りてんのか分かんないんですけど、その一場面を描いたブランケットというかですね。そうですね、ディティールってとこなのかな、確かディティールってとこの会社の。あんまり聞いたことない、珍しいかもしれないですね。はい、でその後ろに、はい、スクリーンがあると思うんですけど、はい、やっぱりここは寝ながらお二人で映画を見るような。そうですね、まだ引っ越して1年経ってなくて、そのテレビとかも前の家のも持ってきてたりしたので、でもやっぱ大画面で映画とかドラマとか見たよねってことで、ロール式のやつをこう折りたたんで、夜とかなるとあそこにプロジェクターがあるので、そこをこう映してやるとこうやって最高ですね。見てるって感じですね。最高な感じです。結構お二人は普段から映画はやっぱ見られますか？そうですね、2人で一緒に見に行ったり、あと普通に配信系だったり、ここでいつも先寝ちゃうんですけど、寝落ち5分とかでね。全然じゃあもう何も知らないで終わっちゃいますね。もう一回見るんだよね。もう一回見るんですね。ちなみになんか最近見てよかった映画とか、ドラマとかでもいいですけど、なんかありますか？最近やっと見終わったのはマンダロリアンっていうスター・ウォーズシリーズのなんかこのスピンオフじゃないんですけど、このマンダロリアンっていう種族のドラマでシーズン3まであって、やっと見終わって2人ですごい感動して、最終回はめっちゃ泣くって。そうなんだ。そうですね。それがやっぱ大きい画面で見るのと、あと下にスピーカーをつないでくれたんで、やっぱ音の大きさとか臨場感もこっちで見た方が確実にいいんで、ちょっと眠さと戦いながらこっちで見るようにしてます。確かに構造的にもそれなりに音はなんか出せそうなあれですもんね、お部屋ですもんね。桑田さんは桑田さんもやっぱスター・ウォーズが最近は一番良かったですか？最近何見たかな。でも七夕の国、これは配信のやつなんですけど、まだ多分今もやってるやつで、結構そのオカルトっぽい感じというか、そういうのも結構やっぱ恐竜とかなんかそういう未知のものが好きなので、なんか2人でそうですね、そういうものだとやっぱホラーものとか結構、あとバチカンのエクソシストとか結構アクション系で僕はすごい面白かったです。はい。なるほど、分かりました。はい。あとはじゃあちょっとその奥、このお隣のスペース、ここ行こうかなと思うんですけど、ここはなんか植物もあれば恐竜もいればみたいな、なんかちょっとネイチャーっぽいなんか感じの雰囲気はありますね。植物とかはなんかよく買いに行くお店とか、なんかよく見に行くとことかあるんですか？
梅ヶ丘駅、小田急の梅ヶ丘駅の花町っていうお店があって、これ2つとかはそこで買って、でこの子はソテツって名前わかるんですけど、この子は勝手に僕らで名前つけて、はい、呼んでます。あ、そうなんだ。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、続いてこちらはどんなスペースになりますか？ここは僕が基本在宅の仕事をしているので、そこの仕事部屋というかオフィスというか、そういう部屋になります、なんかこのお部屋はあんまり僕も取材で見たことないようなトーンのお部屋な気がするんですけど、はい、なんかこの辺のコンセプトとかアイテム選定のこだわったポイントとかありますか？なんか昔の外国のオフィスみたいなイメージがいいなと思って、教職員が座るような国用のこれチェアなんですけど、でなんかまあ先生がずっと座ってんだから間違いないだろう確かにって思ってこれを2脚購入して座って仕事したりしてます。でなんかこれにこう合わせる机っていうのがやっぱちょっとインダストリアルな感じがいいなと思って、こういうなんかスチールのこれはデスクになるんですけど、アメリカ軍が戦場にこう降り立ってこう作戦会議とかをするやっぱ机が必要なので、それ用の机というかで、これ今折りたたむとこのコンテナに収まるっていうフィールドデスクって言われるもので、これはアメリカ空軍のものになります。すごいですね。これもこれヤフオクとかで、これはトレファクのネットで見つけて、で他のそのショップで買うより相場が安かったので、もう即決というかすぐ買っていましたね、はい。どうですか、使い心地とかは？使い心地はそれかっこよさ重視でなんだででまあでも全然普通には使えるというか、別に使い勝手悪いとかはないんですけど、ちょっとやっぱこう折りたたみ用なんでちょっとぐらつきはするんですけど、別に普通にこうやって仕事する分にはそんなに気にならない、まあ、何よりかっこいいんで、それで保ってますどうにか、はい。結構あれですよね、だってお仕事も、映像系のプロダクション、はい、そうですね。割とじゃあ夜遅くまでやったりすることもあるんですか？そうですね、基本的になんか夜型というか、夜にこうガーッと朝の打ち合わせに向けて夜中もうここ暗くしてカタカタ絵描いたりとか、はい、コピー書いたりとかやってます、こっち側とかにはこのすごい奇抜なはいデザインのポスターがありますが、これはどなたのポスターですか？これは横尾忠則さんっていうデザイナーで、80年代のそのパルコ文化の時だったりとか、商業のデザインだったり劇とかのデザインとかをポスターのデザインをされている方の、これは多分96年のラフォーレミュージアムで行われた展示のポスターで、なんか僕が最初その美術系の大学出身なんですけど、デザイン科出身なんですけど、そのデザインに目覚めたのが横尾さんがきっかけで、高校時代に横尾さんの展示を地元で見て、なんてすげえんだ、パワーがあるんだと思って、そういう美術系の進学を決めたっていうきっかけのなんで、こうちょっと鎮座はい置いてます。させてるんですね。はい。あとはじゃあこっちがちょっと移動していただきたいなと思うんですけど、ここのスペースは何スペースになるんですかね？基本的にここはなんていうんだっけな、和室小上がりで、多分本来であれば和室を多分リノベしたとこなので、本来ここに掛け軸とか壺だったり置くスペースなんですけど、ちょっと僕らは変えて絨毯を敷いて、あと普段着る洋服だったりをラックに置いてたり、あとさっきの部屋では飾れないちょっと小さめのフィギュアだったり、好きなものをここのガラスケースに入れて飾ってるっていう感じです。ストレンジャーシングスだったり、これはブリッジシップハウスさんっていう作家さんのキャラクターの、ベアブリックになるんですけど、これが、1000% かな、確かで 100% でみたいな。でこれがそのシリーズの他の、フィギュアになるんですけど、とかあとはチョコベーダーっていう、これ
宇宙人、実際の宇宙人の事件をモチーフにしたお菓子が昔売ってて、僕らが小学生の頃とかにで、それのゲームボーイアドバンスのゲームがあるんですけど、それに出てきたこれ3メートルの宇宙人っていうキャラクターのソフビです。そんなのがあったんだ。そうです。知らなかった。とか、あとは、スター・ウォーズのカウズだったり、あとこれもそうですね、これはなんか作家さんが作ってるダース・ベイダーと自由の女神をマッシュアップしたもので、なんか普通だったらなんか本とか持ってるんですけど、これ今取り外せるんですけど、黒いこのミレニアム・ファルコンを片手にこう抱えてるダース・ベイダーだったり、アキラのバイクだったりがある感じですね。あとはこの奥、はい、この掛け軸って言ったらいいんですか、これは。これは何ですか？これはもともとブランケットなんですけどね、この今人がこう笑顔でこうわーってやってる、図柄にはなるんですけど、これもスター・ウォーズのハン・ソロっていうキャラクターがボバフェットっていうキャラクターに捕まってこう炭素冷凍とかこう生きたままこう冷凍されて石のプレートになるやつのデフォルメしたブランケットで、劇中でもそう壁にかけられてるので、それを再現したいなと思って壁に貼ってます。そういうことなんですね。はい、わかりました。でしょうか。あとはじゃあ今度ちょっとこっち側のスペースに移動していただきたいなと思うんですけど、ここのスペースはどんなスペースというか、レザーの革ジャンか、そうです、とこのバッジ、これはなんかコレクションみたいなされてるんですか？そうですね。なんかもともとこの革ジャンは仲のいい同期の子が高円寺の確か古着屋さんで試着して買ったみたいなんですけど、ちょっと家に帰ってみたら違かったみたいで、サイズ感的にで着てみるって言われて、あげるよって言われて、じゃあ着てみようかなって僕も着てみたんですけど入んなくて、今はやっぱ革ジャンとこういう缶バッジって相性がもともとファッション的にもいいので、着れないならもう缶バッジ飾りベースとして今はそういう場所になっちゃってます。はい。なんかでもいい感じにまとまってますよね。そうですね。なんか結構いろんな旅先で買ったバッジだったり、ちょっとなんか気になるバッジだったりをここに集合させてるという感じです。はい。わかりました。あとはちょっと個人的にこの大きなサーキュレーター、これすごいかっこいいデザインだなと思ったんですけど、これはどちらで購入されたんですか？これも楽天か何かで買ったやつで、値段は8000円ぐらいだったと思うんですけど、結構リーズナブルだったんですけど、なんかこの部屋がウィンドファンしかなくて、なんだろう、暖房とかがない部屋で夏も今夏でウィンドファンだけつけてると上だけすごいあったかい空気がたまるので、このサーキュレーターくんに上に空気を送ってもらって攪拌してちょうどいい温度にしてもらってるっていう感じになります。結構強力ですもんね、これ。強力ですね。大きいし3段階風も出るし、あとやっぱデザインがインダストリアルで可愛いなと思ったんで、これは選んでました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで川田さん、奈緒さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にじゃあお二人から何かお知らせしたいものだったり告知したいものがあればしていただければなと思います。はい。僕は、映像制作会社で企画のお仕事というかプランナーのお仕事をしているので、映像関係者だったり広告を打ちたいなと思っているクライアントの方だったり、そういうちょっとアイデア考えてだったり企画考えてとかお問い合わせいただければ何かしらお力添えできるかなと思いますのでよろしくお願いします。なんかポートフォリオ的なのもインスタとかから見れたり。そうですね。会社の URL というか自分のプロフィールページがあるので、そこの URL から飛んでいただければ実績とかも見れると思います。ありがとうございます。奈緒さん。私が働いてる下北沢の、スナックニューサニーなんですけど、昔ながらの温かみあるアットホームなスナックなので、ぜひお仕事で疲れた週末だったり誰かと話したくなった時にはぜひぜひ一度遊びに来てみてください。僕ちょっと行ったことないんでぜひ気になります。
なんかおしゃれなお酒とか全くないんですけど、人と話したくなった時にはもうおすすめです。結構夜遅くまでやってるんですか？そうですね、8時から、だいたい平日は2時ぐらいまで、週末は3時半ぐらいまではやってます。ぜひぜひお待ちしてます。ニューサニー。ニューサニーはい、じゃあ気になる方はニューサニーと、あと、お仕事の、ポートフォリオとかいろいろ見ていただければなと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは川田さん、奈緒さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。